荒かがが据え目が現れたか。元気毒なり、当世の器きたれり。宿願たる視界平定がため、神の道からを天に示す。きたれり。我が矛、我が剣、今こそ合一の時なり。起きろ圭介。となんだ、起きてるではないか。打眠を貪るほど無駄なことはないからな。それと健介、我のことはクオンでよい。仮にも夫という立場になるのだからな、貴様は。おはようだ健介。今日はお城でクオンを前にして評定が開かれます。あなたのことはその時家中の者にお披露目することになるでしょう。お前を夫にするとお披露目するのだ。織田の家中は武闘派が多い。納得のいかないことは腕っぷしで解決するのが常だ。覚悟しておけ。そこは己で何とかせい。良い覚悟だ。では行くぞ。そんなもの評定の後で食えばいい。ほら早くせい。行くぞ。評定とは領地の市政のため家老や侍大将たちから意見や提案を聞く場だな。立場や役職ということになるか。大まかに言えば足軽がいて、その足軽を数人から数十人まとめるのが足軽組頭という。その足軽組頭を数人まとめるのが侍大将で、その侍大将をまとめるのが家老や武将といったところか。その他にも納戸役や右筆、台所役など多くの役職があるが、当家ではそんな感じだと思っておけ。当然だ。他家には他家の状況があれば事情もある。それに即した組織になっているだろう。我が織田家は室町よりの慣例である頼夫や頼子に頼らず迅速に動けるように体制を変えたからな。他家とはかなり違う形になっているであろう。頼親とは大名に協力している有力豪族のことだ。その下にさらに規模の小さい勢力がつく。それが頼子だ。頼子は普段小作人を使って他を耕したり領地の運営をするのだが、
一丁断るときは小作人を足軽にして頼親のもとに集う。頼親はその頼子をまとめ大名の下に集う。それを大名がまとめて軍とするのだ。いるが少数だな。なぜといえば兵を養うためには銭がかかる。多くの兵を常に雇っておけるほど銭に余裕のある家は少ない。里いな、そういうことだ。だから我はその制度を撤廃したのだ。尾張は地味声、八方に道がつながっている。米もできれば人も動く。人が動けば銭も動く。銭が動けば矢銭が入るからな。特に尾張は対馬という銭のなる木を持っておる。滝より銭は豊富だ。恵まれているからこそ竹に翻弄されぬように力を持たねばならんのだ。竹の糸がついた夫などゾッとする。であるか。もうすぐ城に着く。心構えをしておけ。そうだろうそうだろう。清須の城は尾張でも一二を争う名城だからな。確かに大きいとは言えんが、それでもかなりの広さがあるんだぞ。のんきなこと。家中の猛者たちとの喧嘩の覚悟はできているのか。大物なのかバカなのか。自分で言うなうつけめ。では行くぞ。しばらくここで待っておれ。時が来れば呼ぶ。健介殿、健介殿。おはようございます。一晩ぶりですね。ああ、そうですね。失礼しました。クオン様がお呼びでございます。お早く。そんな柄でもないくせに。そんなことはありませんよ。
美月様は織田家一の家老の責任感もあって健介殿にはきついように見えますけれど、本当はお優しく面倒見の良い方ですよ。他の家臣たちもみんな優しく良い子たちばかりです。あら、私の言葉をお疑いになられるのですか？それはそうですね。健介殿、私のことは麦穂と呼び捨てにしてくださいませ。あなたはクオン様のおそばに仕える方なのですから。いえ、それはなりません。クオン様の夫ということになるのですから、私からすれば主筋にあたります。今まで通り健介殿とお呼びさせていただきます。その好青年だなと思って少し可愛く。いえいえ、何でもありませんよ。何でしょう。そうですね。当初は反対でしたけど、今になればクオン様のおっしゃっていた言葉の意味がわかりますから。目を見れば健介殿の人となりがわかると。健介殿と向き合い言葉を交わした時に直感的に悟ったのです。この方は悪い方ではないと。そういうこと言うの意地悪です。はい、期待しておりますよ、健介殿。ではこちらが表情の間となります。健介殿、準備はよろしいですか？では参りましょう。どうした健介、そんなところに突っ立っておらずこちらに来い。皆の者、こやつが我の夫となる男、新田健介だ。存分に引き回してやってくれ。ほれ、貴様も何か言え。自己紹介ぐらい自分でしろと言っている。ふざけるな！たとえ殿がお認めになっても僕は認めないぞ。控えよ若菜、御前であるぞ。でも美月様、いきなり出てきたこんなやつが殿の夫とかってどう考えても。その件については後にしろ。まあ確かにさっさ殿の意見もわかりますよ。ひなもそう思いますし。さっさ殿、滝川殿の意見にワンコじゃなかった、この前田又左衛門ワンコも同意見だよ。ワンコちゃん、無理して言葉遣いを改めなくても良いですからね。ごめんなさい。というわけで
我ら三若は反対の立場ってことで。そうそう、やっぱひなもワンコも分かってるな。さすが相棒だ。まあクオン様がお決めになったことだから認めるしかないんじゃないかなってひなは思ってるけどね。何軽く言ってんだよひな。クオン様の夫といえば聖戦略略で尾張にとって重要な位置に当たるんだぞ。それをどこの馬の骨ともわからないやつがいきなり出てきて夫になるとか、そんなの認められるか。そうだそうだ。というのが家中の意見ですが。まあそうなるだろうとは思っていたが。おい若菜。はい。どうすればこやつを認める？僕より強ければ認めてやります。結局それなの？若菜。まあ若菜だし。強ければか。ならば簡単だな。健介、若菜と立ち会え。どうした？やらんのか？心配ない。勝てんまでも負けなければよいのだ。あの若菜というやつは曲がったことが嫌いなやつでな。逆に言えばまっすぐにぶつかってくるやつのことを気に入る傾向にある。だからまっすぐにぶつかってのされてしまっても問題は解決するであろう。我の夫になれるのだ。それぐらいは我慢しろ。よくぞ申した。それでこそだ。ああ、言い忘れておったが、しないようには気をつけろよ。葬式は好かん。なら庭でやりゃいいだろ。なんだそりゃ、贅沢なやつだな。ならば我の屋敷の庭にすればよい。あ、この際だ。他に立ち会いたいやつはいれば進み出よ。私も立ち会いとうございます。ワンコもやりたいです。あ、じゃあひなも一応参加します。では私も参加させていただきます。美月はわかるが麦穂もか？私は健介殿のことを認めておりますが、武士として一度手合わせ願いたく。よい、許す。なーに、たかが5人だ。なんとかせ。では時間が惜しい。さっさと移動するぞ。よーし、僕がサクッとぶっ飛ばしてお前なんか追い出してやるからな。